ワンツー打ってたら永遠にこう受けなきゃいけない。それを逆に行くと入るっていう。これはすごいこと聞いた気がする、いやすごいこと聞いた気がするっていうか、すごいこと聞きました今回。いやこれ出したくないでやってるですごい。例えば蹴りにも応用できて、おすこんにちは、空手家岡です。今回も東京羽村市にある、KW、戦士ジャパン、成島道場で、極真空手のレジェンド成島龍ちゃんとお届けしたいと思います。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと前回は、ちょっと成島師範にこの、重量級に対して一本勝ちしてた現役時代の頃にどんな意識で稽古してたのかとか、何を大切にしてたのかなっていうのをお聞きして、どんな練習方法でそうなったのかっていうのはめっちゃ、いい話をお聞きできたので、前回の、部分は、ぜひ、なんですかね、冗談で倒したいって思ってる方はぜひちょっとご覧いただきたいんですが、実は今回のコラボをお願いさせていただいたきっかけが年始のご挨拶をした際にまだ少し引き出し用意ありますんでっていう話をいただいたので、もうぜひどっかで時間を作って教えていただきたいと思ってて、今回急遽、僕のスケジュールがこの日お願いしたいっていうところがあって、ちょっとお願いして今日は時間を。この日はダメなんだけども、ちょっとどうしましょうって言ったら、もうすぐに次のことを準備されてたんで、もうこれも逃げられないわもうはい、じゃあもうこれでありがとうございますそれだけ真剣なことが伝わってきたので、これちゃんと受けなきゃいけないなっていう。ありがとうございます。で今日は成島さんが言われてたまだある引き出しをちょっと今日はお聞きしたいなと、すいませんがよろしくお願いします。じゃあ受けなんですけども、じゃあコウケさんがワンツーを胸に向かって普通はこうワンツーといきますね。それもこう同じようにいきます。で下突きになると今度はこう受ける人がいると思うんです。そうしたら目を下ろしてしまうので、もう全部一緒なんです。これででそれも腰の回転でこう受けてるんです。逆に切るんですよ。こうへえ、なんか今打ちながらなんか景色がおかしいなと思って思わず下みたいですけど、へえ、全部一緒なんです。これででそれも腰の回転でこう受けてるんです。逆に切るんですよ。へえ、なんか今打ちながらなんか景色がおかしいなと思って思わず下みたいですけど、っていうのも、例えばワンツーで来ても普通にワンツーで来るときドーンドーンって来ても、その後攻めがないんですよ。相手がこうドーンドーンドーンって来る、ドーン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 って間に入れなきゃいけない。そうなるとワンツー打ってたら永遠にこう受けなきゃいけない。それを逆に行くと入るっていう。それを逆に行くと入るっていう。そういうイメージですね。いや今なんかこう前から見てて叩いてる時にこの辺に違和感をすごい感じて何が起きてんだろうって普段もこんな風に見て叩かないですけど、思わず見ちゃうんです。へえ、ちょっとこれカメラに向いてやっていただくと、向いてやっていただくと、これは、股関節を膝の柔らかさと股関節っていうか、こんな動きしたことない。こういうことですね。これがこういくっていう。そうで、ただ回転してるだけだとこう抜けちゃうんですけども、それを膝を入れてあげるとよりこう力がねじれる。それで受けた時に力が溜まってて返せるってことですね。前手で受ける時が後ろ足を例えばこうワンツーでいくとドーンの時にねじるしが逆に入れる。そうです。そうすると来る前に打てる。準備が整ってますよね。でも切るだけだと
まあここだともうこっちぶつかっちゃうんです。そうそう、タイミングが揃っちゃう。はい、そういうイメージ。こちらのパンチに関してはドン取れる逆もこっち。例えば今ワンツーの時に例えばパンで受けることになるんですけども、これを覚えるとパンって蹴れるんですよ。へえ、すごい面白い。いや初めて見た。そうそうこう蹴れるっていう。だからよくもう本当にこう下敷きの付き合いとかの時にも、例えば下敷きできた時にもこう受ける人いると思うんです。そうするともう何も出ない。でなおかつここで膝上段がもうアウトです。だから立てなきゃいけない。立てた中でこう受けなきゃいけないってなってくると、またこれだと出せないんで逆に行くっていう。で逆に行ってると来た時に対して打てるっていう。そういうことか。もうこれ自体が気になってる。そうそう。こっちでためて今蹴る時結果的に挟んでますよ。それを自分の中でこう。そうだね。これがってさ、こう難しいな。逆になるとこっちがこうその瞬間に蹴る。ドンで、こっちの時に締まってるからこうなるんですよね。はあ、これ意外と難しい。今までやったことないですよこれ。しかもこっちはまだ分かり、後ろ手はまだ分かりますけど、前手の受け方がそうかもしれないですね。表から来るのにちょっと難しいですね。ちょっとすみません、普通にもう一回構えていただいてよろしいですか。こっちからドンドンポンド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 ンポンドンドンドン。それをまず突きでこうどんな相手の突きに対しても蹴りに対してもこの腕を立てて、拳と肘とこの四角形がちゃんとできている。これ台形になるとまたそれが下に下がるともう絶対によくありがちなのがこう受けてこうそのまま上段が来た時に手がですね、手よりも肘よりも手が下がったら絶対に手っていうのは上がらないんですよ。こう上がりますよ。手バチンとも上がるし。だから肘よりも手先を下げるときには下げたっていう認識のもとに下げなきゃいけないって自分で思ってるんですけども、だから自分は逆にこうさせることが大事だと。だから受けるときにこっちをこう、ね、下に落とす人がいたらこう蹴っちゃうっていう。ワンツーで例えば来た時にこうは楽ですよ。でもこうすると後で大きい人なんでもらっちゃうんで、それは逆に一番いいところでドンと入るっていう。それは逆に一番いいところでドンと入るっていう。でそれをできるようになってくると、例えばこういうこともできたりとかすると、例えばこういうこともできたりとか。で基本的にさっき言った相手のドン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 っていうドン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 と間に入れる。あとは同じタイミングでいくとワンツーで来た時にワンツーでドンドンって入れるっていう。同じタイミングの時に違う場所に入れる。2つのタイミングですよね、カウンターの。これを揃えておくと打ち合いも慌てずに楽なのかなっていう。いやこれ僕も初めて聞いたんですけど、でも小安さん多分突きすごい得意だったと思うんです。突きあまりもらいたくないっていうか伸びてくるような、すごくああいう突きの方とやるのはもう本当大変だと思うんで、ああいう形でやるときにはこういうことを細かくやっていくとだんだん使えなくなっていく方向に持っていけるのかなっていう。なんか僕いろんな人にも習ってきたんですけど、こんな聞いたことなくて、僕これ空手界に出したら革命というか知ってる人いないんじゃないかな。これって鍋島さんって逆に他に使ってる人って知ってるですよね。いや僕聞いたことないですし、なんか今違和感目の前で改めてこう受けるんですっていう最初見た瞬間の違和感半端なかったので、いやこれはすごいこと聞いた気がする。いやすごいこと聞いた気がするっていうか、すごいことを聞きました今回。いやこれ YouTube 出しちゃっていいのかな。いや
出したくないでなってるで、それが例えば蹴りにも応用できて、膝蹴りが来た時も普通はそのままねドンってもらうのを、これをこう張っていくんですよ。そうだからこれもこういってこうだと間に合うんで、受けながらここでいい。これは簡単なんです。だから決してそれはサイドステップしてるわけじゃなくて、相手のまっすぐ入る、その中で相手の膝の勢いによってで打てば蹴れば蹴るほど相手は抜けていくはずなんで、外にこれで前にも来るし、こう自分が打つべきこう入っても逆になるから、これも逆に入ってるんです。来るし、こう自分が打つべきこれも逆に入ってるんです。普通だったらこう受けてこうっていう考えますからね。これがこう受けてるからこれがいけるっていう。いやー面白い、やばいなこれこれはなんか今からでも取り組みないかんっていう感じです。これじゃあもう多分僕もそうなんですけど、今教えていただいてこうするだけでもすごい大変というか、頭で考えてないと、次こうってなっちゃうんで、すみません、ちょっとビデオに向かって毎回その繰り返しをやっていただいて、こうじゃなくてこう入れていくんです。ドンドンとこれはちょっと編集の時に改めてこの正面からの動画を見直して、ちょっとこれ本当日々ですり込まないと多分とっさには出ないですね。だからこの瞬間にこうしたいっていうのが明確でないと、多分そういうところに体がこう動いていかないというか、だから今でいうところの自分が打っていくとそのまま体を切るだけこうなっちゃいますね、絶対これになると永遠にこう返せない。それをそのねじでこれでもこういう練習をしないからですね。相手に叩いてもらってこうって受けるっていう、まずはこれを相手が速くなってもたまらずにポン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 って繰り返せるっていうところまで、まずは体に覚えさせるところからですね。これなんか運動的にもう一回やらないといけないぐらい、そうなんか僕もいろんな身体操作やりましたけど、結局すり込むための練習時間が数ヶ月単位でやっぱないと自然に組み手で出そうと思うので、なかなか1週間2週間やった技なんて絶対組み手で出ないんで、だから自分が置かれた立場でいろいろこう導き出した形なのかもわからないけども、やっぱり大きい人と蹴って飛ばされないように姿勢整えてるとか、受ける場所とか腕の位置とかで受けたらこう入り方とかっていうことをやってるうちにだんだんこう速くなってったっていうところですね。これでもこれって成島師範はやっぱやってる中でじゃあこう受けていこうみたいな感じになってったっていう感じですか？そうですね、結果的にそうなってったっていう速さを求めていくと、それに対する準備とか、もう完全に成島師範のオリジナルだと思いますいやもうなんか目から鱗っていうか、もうなんかポロポロどころがなんかすっごいでっかいのがポロって落ちた感じですけど、もうちょっと今日見学に来てくださってる方とかめっちゃうなずいてましたけどいやこれやばいっすよね。でも空手をもしかしたらやってない方から聞いたらこんなことって下手すると思われるかもしれないですけど、いやこれ革命じゃないかっていうそうです。いやーすげえ面白いやばいっすね。もうなんかちょっと興奮してますけど僕今日も長くなりそうです。そういつもそんな感じですけどありがとうございます。いやこれもうなんかすぐにでも練習したいじゃあとりあえずこれとりあえずもうなんかすごい技術聞いたんで、とりあえず一回ここで締めさせていただきたいな、ありがとうございます。やばそうです。大げさじゃない。いや絶対同じリアクション取りますよね
やばいっすこれはマジでやばいっす超やばいもうなんか興奮しちゃってるもん先にしたんですか。これってそのいや今の質問めちゃくちゃいい質問ですねこれっていつぐらいにこの方がいいんだって分かんないですよ。だから自分に備わってるものを気づいて、これちょっとじゃあ紹介するために言葉にしてみようかなっていう感じです。自分実際こういうのを身につけなきゃいけないと思ってやってたっていうよりもこういうのがあったから、じゃあこれってなんか特別ならばちょっと説明してみようかなと。いやーすごいじゃあもう気づいてる感じですね。じゃあ自然とやってたやつを後々言語化したみたいな、じゃあ完全にオリジナルですよねこれは。いやすいませんトイレに外入っちゃうとあれなんでそう今いいですか失礼しますお借りしますうわ面白すぎるしかもこの前でのこれすっげえ難しいですよね。まだこっちは挟む感覚が分かるんですけど、これに体ブロックするっていうだからねじってるっていうのをブロックすればとても反発が生まれてるからドンと出せるっていう。こうしちゃうとだからここでいうとこうちょっと残して対角線でこう抵抗をつけるちょっと変わるんですよ。だから膝の向きとか大事ですね。膝がこうちょっと入れてあげると引きやすいんですよ。これちょっと膝とだから肘の関係ですよ。をちょっとこう挟むようにしてあげると受けることもできるし食べることもできる。これそう、それが打つ時にその先に入る。こっちがこっちですよね。こっちがすっごい難しいんですよ。そうです。前手でここだと入ってるからもう少し入れなきゃいけないですね。肘を入れて入れれば入れるほどそう、入ってるからすぐに打てる。そこからもうこのままそうそうここで一瞬止まってるから今もこうちょっと叩いてるんで叩かずにこう抜けるように肘のこれだけでパンと決める。より痛くないようにあまり衝撃を受けないように受ける感じ。これちょっとまだできない難しいです。ちょっと本当これをだからイメージで言うと来るものをちょっとついてくるものをちょっとこう外に逃すようにほんのちょっとの力でそれをこう弾くようにこっちに入れるっていうなんかこれだけでもう一回深掘りしたいな実際にそうかなんかなるべくこう衝撃を受けないようにお聞きしたのがそうですけどね。で逆にこう衝撃を受けた分それを力に変えて打つとかこれもあるっていうなんかこのまま具体的な使い方まで掘り下げさせてもらうこうじゃああれだなちょっとこの技に対してはこう使うってもなんか具体的に何個か教わる感じで教えてもらったら僕が使いやすいどんなのでもちゃんと対応します。そうですね。じゃあ、せっかくなんですみません多分身につけちゃえばそれはこうすりゃいいでしょって多分すぐ出てくるもんかもしれないんですけど、今パンチと下突きに対してっていう感じだったんでさっきの膝蹴に対してもあったんですけどそれをなんかまずでここから始めていって今度は腕をしっかりと構えるんですけどもそうするとこの同じ結構膝蹴り得意なんですけどですよねこんな風景見たことないですよ。これだと全然もう無理だってこっちも思います。へえやるんですかこれでコンビニ
ネーションを作るために、また使えるようになるために、大切なことを5つまとめてきたので、今回はそれをお伝えしていきたいと思います。2つ目、当たる直前の位置関係、これポジショニングですね。で、3つ目は、基本は、ワンとワンツー。そして4つ目、相手の